おはようございます。画家のギストです。今日はこちらですね。見えておりますか？モザイクですか？こちらの作品をお見せしようと思います。細かいね。まあね、どうやってんのかね。なかなか、細かい絵ですけども、ぜひぜひ楽しんで、最後までご覧ください。短い動画でございます。それでは本編、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。ベネチアですね。結構細かいですね。まずもうこの段階でどうですか？墨入れをしてインプリマトゥーラという作業をしていっております。これコバルトブルーとローアンバーやったと思いますけども、一層目、もうこれ白味という九州字なんでぐいぐい塗った途端からもう本当に引いていくぐらいな感じで、まあこれ下地の作り方いかんによってなんですけど、これかなり多分15層ぐらい塗ったんですね。白味というのは15層も塗るんですよ。2日に分けて。だからすごい吸い込みが強かったです。ちょっと強すぎたなと思いながらも、でもかなり綺麗な平滑な下地ができたので、非常に下地の段階からまあ、平均的には12層、少なくても10層いつも塗ってます。大体ですね。で、塗るごとに吸い込んでいく、塗るごとに吸い込んでいくというような感じですね、もう本当に。で、これをもう一回、やって、2層目というのは、若干吸い込みが弱くなっているので、叩いて、もうわけわからんでしょ。まあ、とりあえずどないしてこない細かくぐちゃぐちゃ書いていったか楽しみに見ていてください。前面にマスキングをして、カッターでまず壁、壁面を、何してんのって感じでしょ。はい、これ前面にですね、マスキングシートというのを貼って、切り抜いていっております。何この作業っていう感じでしょうかね。マスキングシートというのを貼って前面に塗って、まず壁のところだけ。その次は、そこを壁のところをまず塗った後に、また乾いたらマスキングを剥がすと壁のところだけが絵の具が塗られたような状態になると。ね、このデザインカッターみたいなのを使ってやるんで、あんまりこの白味と呼ばれる。だからキャンバスでやるっていうのはなかなか難しいかなと思います。まあキャンバスでやるとどうしてもキャンバスの布、麻布というね、キャンバスボヨンボヨンボヨンとするでしょ。で、それを切ってしまう可能性があるので、こんな細かい何してんのって感じでしょ。どんどん老眼が進行していくということでございますけども、まず壁を塗って、まあ、後でちょっと見ていったらわかりますので、初めて見るっていう人、何をこのおっさんしとんねんって感じでしょう。まあね、何をしとんねんっていう感じかもしれませんが、こういった作業も、していきますと。ちょっとマスキングのところ長すぎましたね。そして壁とあとは空の部分ですね。なんとなくうっすらわかりますかね。何これって。夕日の空ですね。夕日の空。結局これ4層か5層やっぱ空の色だけでも塗ってるんですけど、今の段階がインプリマトゥーラ、もっとだな。インプリマトゥーラは2層やってるんですよ、これ。さっきの吸い込みが激しかったところは1層目で、もう1層目のところをちょっとカットしてるんですね。で、それが完全に乾いた後にマスキングシートを前面に貼って、で、叩き筆でトン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 っていう風に、やっていってます。トン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 。ね。で、まあ、グラデーションとかつけるときっていうのは絵の具を置いてから僕は叩き筆というので叩いていきます。そして壁面ですね。で、なるべく明るい壁面だけを削り、切り取って、そこのところに描いていくというような感じでやっていってます。明るいところに絵の具を置いて、絵の具は、ゾッとしますか皆さんね。ね、なんじゃこの作業っていう感じかもしれませんけども。で、ちょっとずつ色が違うのも、まあ、これは写真をもちろん見ながらですけども、写真を見ながらですけども、書いていきます。まあ、イタリアに公開されている、もうちょっと後ぐらいかな、にはイタリアにも行けているかなと思うんですけども、ね、もう予定はもう未定ですからね、突然なんかのあれで、飛行機飛ばになったりするかもしれませんしね、わからないのでね、ということで壁のとこ壁面をちょん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 って塗っていっております。で、トントントンと絵の具を叩き筆で叩いて、少しずつ色を変えていってるでしょ。で、そういうのもなかなかこの技法は、で、完全に乾燥後と、マスキングを剥がしていくと、ピリ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 という感じで、すごいでしょ。ね、海のところの色とかもこうやって剥がしていくと、マスキングのシートがこういう風にビューッと剥がしていくと出てくると、早送りでもお見せしますけど、こうやって剥がしていく。
こんな一つでもね、大変でしょう。わあ、大変やわーっていう感じでしょうか。ね、こうね、まず壁のとこだけやって。で、またこう絵の具を完全に乾かした後に、次はまた壁のところ、で、3回目ぐらいで屋根のところ、4回目のところでまた屋根の暗いところとか、なんかそんなのを4、5回だいたい繰り返します。はあ、ねえ、もうゾッとしますね、皆さんね。マスキングを剥がしていったらこんな風に出てまいりましたよと。で、また乾燥してマスキングをして、いうのを繰り返していって、こういう感じでマスキングをして叩いている段階から録画しました。だからこう大幅にももちろんカットはしていますよ。15分で絵なんてね、僕の絵はなかなか、この絵なんかは描けないですけども、こういうプロセスを踏んでいくような、絵ですね。まあこれは多分やってはる人いないです。世界的に見てもあんまいないかなと思います。こういうのをなんか編み出していくというかね、こう、やっぱマスキング自体というのが、じゃあやられてなかったか、ちょっと意外とやられてたんですよ。マスキングするとどうしても硬くなってしまうので、こう剥がすと。否定的な人結構おられるんですけど、いや、僕は逆に硬い絵描いてやろうというふうに思って、もうそこがひねくれ。型使ったら、カッターっていうか定規使ったらあかんっていう先生もおられると思うんですけど、硬くなるからなんですね。絵は硬い絵描いたろうっていうね、逆にね、硬い絵を描くということもしたりもしますし、とかね、もうそういうことをこう、いろいろこうやっていくのがおじさんでございますけども、これ何してるかって、屋根までこうマスキングした後に、突然すみません。これニードルで引っかいとるんですよ。ニードル。何してんのね、奥行きなんか全然ない絵でしょこの段階やったらね。奥行きなんかはないんですけど、ニードルでこうやって引っかいていって、そこにまた絵の具をすり込んで、まあ本物見てもうたらわかりますよ。あ、こんな風にしとんやなっていうね。すり込んで、いって絵の具を、またそれの後に削るという作業をします。はあ、ねえ。皆さんからするとゾッとするぐらい途方もない作業かもしれませんが、そんなことをしていくと。この辺なんかは、まあ、定規でやるときもあれば、こういうふうにフリーハンドでやるときもあったりします。チュ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 という感じでですね、やっていきながら、溝をちょっと深く。だからマスキングはこれ3回目かな。で、この後もまだやるんですけども、まずこの屋根の、ところに、へこみをつけて絵の具をすり込むというようなために、こういうのをやってて。ね。あれをこう、縦にしたりとかして、まあ、こっちのは楽でしょ？横しんどいでしょ？横のこう、引っかくのしんどいでしょ？だからこれは画面が、あれですね、こうなっているという、こう、下からこう手書いてるわけじゃないですよ。動画上こうしてるだけですけどね。わかります言ってること。大変ね。もう本当にね。そして、そこに絵の具をすり込むように油絵の具を塗っていって、要は暗い屋根のところだけこう塗っていく。どうですか？もうゾッとしました。何を言ってるかやってるかわかりました？何度か見返してみてください。ちょっと理解できてくるかなと。まあ私よく言ってるんですけど、やっぱりこう重層構造って言って油絵の場合っていうのは構造を使っていった方が大人っぽい。こう、かけと言ってるわけじゃないですよ。絵の具の構造を使っていった方が大人っぽくなりますよっていう、まあ子供っぽいというわけじゃないですよ。一発で描く、こうね、アラプリマっていうのは、それはそれで勢いがあってかっこいい絵描けたりもしますけども、ちょっとそれでこうなんか悩んではる人とかっていうのはちょっと絵の具の構造みたいなのを意識して、その構造を意識する中でも、この、僕のこの今回やってるようなのはもうその、なんか究極系みたいなね。それでこれカッターの刃ですね。紙やすりであるとか、カッターの刃とかで、これキャンバスやったらカッターの刃多分使えないかなと思います。たわむので。板というものに書いている、ぜひ白味の作り方みたいな動画もありますので、だいぶ前ですけど、おぎそ白味って多分検索したら、いや、出てくると思いますのでね。探してみてください。で、削っていったりとかして、要は溝に入っていって、そこの上に絵の具が乗ってあって、で、削り出していくと。わかります？はい。で、これが、そこからどちらかというと、こう、今からはこう、空気感みたいなのを出していく作業に入っていくわけですね。空気感みたいなのを出していく作業で、一回これは紫、ちょっと夕焼けに染まっている感じで、まずは一旦こう紫色を置きました。
で、その後っていうのは、こう、ちょっと動画的には僕のこの解説の後に、本当の最後の最後の作業というのは、お見せしようと思いますけども、こう、紫色を塗った後にまた、こう、違うグレーズをすることもあったりとかね、いろいろするんです。で、これは、完成油と呼ばれるものだけで、濡らしておいて、完成油というのは濡らして、それで滑る状態を作って、ということのために、こう、ポピーオイルというのだけで僕やってます。まあ、リンシードだけでやると、黄変、黄色くこう、なってしまう可能性があるから、まあ僕は、ただポピーオイルってめっちゃ高くなってるんでしょね。もう、うんざりしますよね。あれ安くなったというものはないのかいと。そして、こう、奥のこう山々ですね。こう、ちょっと、コバルトグリーンと白混ぜたような色かなんかで、まあ、この絵の具のね、やっぱ混色というのが皆さん難しいかもしれませんけど、奥のところというのは空気遠近法的にやっぱ絵の具の構造を作っていくということで、ね、ビューっとこう前後関係を出すために今のは円片対比法という方法やったりですね、していっております。で、この色どのぐらいの色かなって結構こう、乗せた後にもまだ考えて試行錯誤していってます。で、この辺は白で、下の方は少し赤みがかってる、こう、色になっているかなとかっていう、こう、グラデーションを作ったりとかしていってます。ね。で、空の色塗ってと、もう肘が痛って痛って。やっぱりこう、ずーっと絵描き続けてきたやっぱ蓄積疲労みたいな感じなんですかね。肘のね、なんか、今ちょっとテニス肘的なのになってしまって、テニスなんかしてないんですけどね。はい。まあ、チビを抱っこし続けすぎてしまったっていうのが一番あると思うんですけど、で、叩き筆っていうので叩いて、要は向こうのところに一層白っぽいこうもやかかった山のところとかにももやかかったような、のをして、そして、ここからはね、こう、先ほど完成油塗ったのも結構ティッシュとかで拭き取ってるんですよ。薄く均一に全面に塗られるようにして。そして今こう、ちょっと茶系と青系、バーンとシェンナと青、ウルトラマリンとか、まあ、で、ちょっとこれ影の色。結局はなんか最近透明水彩とかでもこのバーンとシェンナ系とウルトラマリン系で影の色を描くことが多くなってきて、ね、結局油絵と似たような感じの影の絵の、色の混色の仕方しだしたなっていうふうに思うんですけども。こういう風にして、ちょっとこう、建物の影とかを描いて、これはグレーズと呼ばれる方法なんですけども、奥の方の山とかはスカンブルと言って、先ほどのはこう、半透明の絵の具を描く。難しいわね。ね、わからんわね。こんな作業をしていきます。20号ほどの作品なんでね、こうやって見ると、こう、密度感のある、ね、こんなネチネチとした絵も描くんですよということで、まあかなり本格的な古典とかに出して、まあある程度こうメインが張れるぐらいの、まあ大体でもサイズ的にはまあ最低でも30とかぐらいにいつもするかなと思うんですけど、本当に大きい会場とかやったら100、120号とか出すんですけど、まあ画廊サイズとかで、まあ35ぐらいは最低出すようにいつもしてます。最低ラインね。まあなかなか郵送も今高くなってきてるからね、もう本当はね、なんかこう、もうちょっとね、いろいろ良くなってくればいいんですけど、なんか全てのことが悪くなってる気がしますもんね。もちろん高くなっていくのは今ね、もうガソリン代やらなんやらもそうやですけど、高くなっていくのはしゃあないとは思うんですけども、で、グレーズした後に叩いてみて、こう、汚しみたいな感じです。これ、汚していくような感覚みたいなんで、書いていったり。そしてまたこういう風にこう、暗いとこ書いたりとか、ちょっと、ディティールとかを書いて、これらがちょっと半透明っぽいね、なんかこう、透明色じゃない、こういう壁の汚れみたいなのをこれ書いてたり。ね、皆さんゾッとしますよね。こういう向こうに見える、鐘楼みたいなのとかも、ちょっとグレーズみたいなのしたりとか、汚していったりとかしていっております。こういう感じで書いていって、屋根の部分とかも書いて、細かい描写もして、みたいなこと。で、まあ最終的にはまたこれ乾いて、またグレーズして、また書いてとかっていうことを繰り返しながら、密度を上げていくわけでございます。最後のところはちょっとおじさんのね、解説なしに、最後の描写みたいなのを見てもらえたらと思うんですけども、向こうにクルーズ船が止まってますね。クルーズ船が止まっております。羨ましい限りですね。こういう細かい描写みたいにちょっとやってね。
まあ本物見たら皆さん思ってるよりちっちゃいわってびっくりすると思いますよ。大体の人ね。はい。という感じでございました。まあこういうただマスキングだけで終わらずに前後関係出すとか質感を出すとかマチエルつけるとかそこにグレーズするとかっていう作業をしていかないとやっぱりペタッとしてしまうような絵になってしまうのでそういったことはちゃんと意識しながら描いていきますということを皆さん、知っておいてほしいなというふうに思います。ちま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 。ちまちま。もう最後屋根のところの点々点とか打っていくんですけど。まあそんなんね、本物見てみやんとなかなか、わからないから。この辺ほらもう屋根の点々打ったでしょ。ということで屋根点々点ってこんなんね、本物見やんとわからんすよ。ぜひぜひ機会があれば、本物を大阪の方にね、で多分お見せできるかなと思います。最後までよかったらご視聴ください。もっと細かい仕事とかになっていきますので、私の解説は以上となります。難しかったですか？ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録してない方、ぜひ最後までご覧ください。完成までぜひ。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？えらい細かいね、って20号の作品でございます。これは大阪の個展の方に、出品しようと思いますので、ぜひぜひ、展覧会、遊びに来ていただければなと思います。細かい情報はまた別途どこかの動画で言おうと思いますので、そちらをご覧いただければと思います。皆さんとお会いできる日を楽しみにしてます。では。チャンネル登録チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあお願いします。